おはようございます。ケンです。今日もテスラの最新ニュースを整理しながら、テスラの評価軸が確実に変わりつつあるという話をしていきたいと思います。まずは結論から言います。今のテスラを EV の販売台数、車の利益率、短期の株価、この軸で見ていると本当に大事な変化を見落とす可能性が高いです。FSD は累計70億マイル目前、ロボタクシーはついに清掃料金という現実的な運用ルールまで整い始めました。そしてイーロン・マスクさんは AI とロボティクスによって仕事が任意になる経済、これを語っています。株価だけを見ると不安になる材料もあります。ですが、水面下で何が進んでいるのか、これを冷静に見ると見える景色は全く違ってきます。今日はそのあたりをできるだけ噛み砕いて整理をしていきたいと思います。では、まず最初に今のテスラを取り巻く状況を簡単に整理します。直近のテスラ株はやや調整気味です。規制リスク、調査のニュース、市場全体のセンチメント、こういったものが重なり、短期的には一服感があります。この状況だけを見ると、やっぱりテスラはもう成長しきったのでは、EV 市場は厳しいのでは、そう感じる人が出てくるのも自然だと思います。ただ、ここで重要なのは、市場が見ているのは今日の数字であり、テスラが作っているのは数年先の前提条件だという点です。短期の株価と長期の構造変化はほとんどの場合ずれます。そして今、そのずれがかなり大きくなってきている。これが今日のテーマです。では、まずは FSD の話からいきましょう。テスラの FSD フリートは累計走行距離が70億マイルに迫っています。しかもそのうち25億マイル以上が都市部での走行です。ここかなり重要です。高速道路をまっすぐ走るのと都市部で歩行者、自転車、信号、割り込み、予測不能な動きを処理するのでは AI にとっての難易度が全く違います。都市部というのは例外だらけの世界です。そしてその一番難しい環境でテスラは25億マイル以上の実走行データを積み上げているんです。これは単なる数字ではありません。学習量とも言えるんです。そしてここでよく比較されるのが Waymo です。彼らも優れた技術を持っています。ただし基本的には限定されたエリア、限定された台数、限定された条件での運用です。一方でテスラは世界中の一般ユーザーが日常生活の中で無意識のうちに AI を育てている状態なんです。僕はこれを自動運転っていうよりも現実世界 AI の OS 作りだと捉えています。一度この差が開くと後から追いつくのは簡単ではありません。では次に少し地味に見えるニュースですが、実はとても重要な話をします。ロボタクシーの清掃料金です。テスラはロボタクシー利用時に汚れの度合いに応じて清掃料金を請求するルールを整備しました。一見するとそんな細かい話どうでもいいのではと思うかもしれません。ですがこれが非常に重要なサインです。なぜかというと、それはロボタクシーが実験から事業に移行しつつある証拠だからです。人が運転するタクシーやウーバーでは、その場でドライバーが判断し対応します。しかし、ロボタクシーには運転手がいません。つまり、トラブル、マナー、汚損、こういったものをすべてシステムで処理する必要があります。清掃料金というのは、その第一歩になってくるんです。これは本当に大量運用を前提で考え始めたというメッセージでもあります。ここは Uber との決定的な違いです。Uber は人に依存したプラットフォームです。テスラのロボタクシーはシステムに依存したインフラです。この違いは後になって効いてきます。では、ここでイーロン・マスクさんの発言とつなげて考えてみましょう。イーロンさんは最近 AI とロボティクスだけが経済の根本問題を解決できると語っています。さらに AI によって生産性が爆発的に向上し、仕事は将来必須ではなくなる、つまり任意になる可能性があるとも述べています。
この話を夢物語と感じる人もいると思います。ですが、テスラのやっていることを一つずつ見ていくと、かなり一貫性があることがわかります。FSD は人の運転という労働を置き換える技術です。ロボタクシーは移動コストを限りなく下げる仕組みです。オプティマスは肉体労働そのものを代替するロボットです。これらはすべて人がやらなくてもいい仕事を機械に任せるという一点でつながっています。テスラは車を売る会社ではもうありません。労働と移動のコストを下げていく会社にもなるんです。ここが見えてくると短期の販売台数や利益率だけで評価することがどれだけずれているのかっていうのが分かってくるんじゃないかと思います。では、ここで一度視点を投資家側に戻してみましょう。今市場は何を見ているのでしょうか？短期の株価、規制リスク、決算数字、もちろんこれらは重要です。ですがもう一つ重要な問いがあります。それは5年後、10年後にどの企業が現実世界 AI を支配しているのかという点になります。僕はテスラがその最有力候補の一つだと思います。なぜならデータ、実運用、AI、ロボティクス、これらを同時に持っている企業が他にほとんど存在しないからです。市場がこれを完全に理解するのはおそらくもう少し先です。評価軸が切り替わり始める瞬間っていうのはいつも静かにやってきて、それが今なんです。ではそういったことを踏まえて最後に皆さんに聞いてみたいと思います。あなたは今、テスラをどの会社として見ていますか？ EV メーカーでしょうか？それとも自動運転企業でしょうか？あるいは AI とロボティクスのインフラ企業でしょうか？どの評価軸で見るかによって同じニュースでも意味は全く変わってくると思います。はい。では本日のコメントこちらを紹介します。今日は愛する国日本さんと YAM1173 のコメントです。FSD が日本でも解禁されれば高齢者も免許返上しやすくなるだろう。そして日本の田舎こそテスラの FSD が早く来てほしい。スーパーチャージャー過疎地もどんどん増えていますというコメントです。ありがとうございます。本当そう僕は思いますね。まずは絶対的に高齢者の事故は減るでしょう。僕は高齢者の事故ほど悲惨なものはないと思っています。そして田舎では交通の便が悪いわけです。だからこそ自動運転させるロボタクシーを増やすっていうのはいいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ日本にこそ早く導入されることを僕は期待しています。僕はテスラの FSD が日本に入ってくることで他の自動車メーカーもやばいと思って競争が生まれ、そうするとイノベーションにもつながってくると思いますので、日本の産業にもいい刺激を与えるためにも導入してほしいなと思います。はい。では本日の内容は以上です。今日の内容が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬の会の日程が決まりました。ぜひ真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術を体感してみませんか？こんな方におすすめということで、真冬のヒートショックが怖い方、逆に真夏の家での熱中症が怖い方、家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたいと思っている方、また経営者の方でオフィスの空調をどうにかしたい、電気代が高くなってしまって困っている、そんな方におすすめです。去年一緒に行った人で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置しました。この理由が家も古くなり断熱性もない。また真冬のヒートショック、真夏の熱中症もエコビーンがあれば解決してくれると思ったからというものです。ぜひどんな感じなのか、こればっかりは体感しないとわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいと思います。では日程ですが、2026年1月23日の金曜日、こちらはエコファクトリーの熊本で行います。福岡から行くよって言われる方は僕と一緒に行きましょう。熊本空港まで来られる方は熊本空港からの送迎はいたします。そして2月9日の月曜です。こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。
東京は定員が10名で、今3名ほど埋まっていますので、残り7名となっております。ともに時間は10時ぐらいから行います。東京の方も僕も朝一で行きたいと思います。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。